実際問題別にトーラム言うほどレベル上がりにくいことないでしょ。まあ冒険者日記あるんでね。いや別に日記なくても割と上がる方のゲームよ。まあね、そうですね。 MMO としてはね、1ヶ月上がんないゲームとかやってた身からするとだいぶよ。全然雑魚狩りでも上がりますよこのゲームそうかなーって言うけど子さん組の私からすれば3ヶ月レベルが上がんないゲームのザラでしたからねまあどっちかというとトラマね、ほらレベル完走してから装備揃えるゲームだったりはするからね。そうですね、その辺はやっぱ状況ちょっと違うよね。まあとはいえね、サブクエ早く入れろよとはよく言われるんですけど、いやなんかサブクエちょっとシステム変えようかなって。単純にその実装が遅れてる理由としてはやっぱね、システムが複雑なんですよ、古くて。だからなんかもうちょっと気軽に、てかね、ギルドのクエスト掲示板な感じにしたいなとは思ってんの。ちょっとね質素かもしれないんですけど足しやすいんですよ、あっちの方が。はいはい、でまあギルドはちょっとウィークリーなのって、まあ、ちょっとギルドみんなで協力しようねって感じだから緩くしてるんですけど、まあ普通のクエストだったら別にデイリーとかで、まあ、今日これやったら経験値なんか一気に 10% 上げるよみたいな、なんかクエスト貼ったりとかも別にできるっちゃできると思っとるんで、なんかそういうのはちょっとやってみたいなっていう感じはしますね。各町ごととかでクエスト掲示板っていうか、まあクエストの受付みたいな型を置いてやるみたいなのもいいかなっていう。そうね、レアクエみたいな概念もちょっといいよな。クエストなんかね、そのレアクエストとかなんかパーティーで共有できるとかあったら面白そうだよな。あー確かに。めちゃくちゃうめえクエスト出たんだけどみんなで行かねえみたいななんかそういうのも面白いよな、やっぱ MMO やしな。そうですね。髪型のスキンヘッドはね実装しようと思った時期があったんですけど、はい、いろいろ問題があってできてないんですよね。おっと。ただ今なら新しい方法がある。装備品として出すかぶり物だったらできそうてかできるから、確かにそろそろ実装すっか。スキンヘッドファルターになれるんですね。そういうあれではないんですけど体の差ができません。トーラマね、残念ながらモーフィング実装してないんでね、そういうのできないんですよ。体型の変えた体装備を出すこと自体はできるけどね、着ぐるみとかお腹周りポニョンってしてるやん、はいはい、ああいう感じでなんか装備品ででかくするのはできるけど、なんか一律設定みたいなのはモーフィングがないんで基本的には不可能ですね。そんなところに骨入ってないんでスケールもできないし、多分モーションが壊れちゃうな。インストームした時に折りたたみ式の自動弓のエフェクトがバグります。エフェクトっていうか自動弓がぶっ壊れるやつでしょ。知ってる。明日治るよ。スキンヘッドお願いします。何みんなスキンヘッド好きなん？なんだみたいなムキムキ装備肉襦版ってことはあれ結構難しいんだよな。まあなコロンマッスルみたいな鎧を作ること自体はできなくはどうかな。ちょっと持ち帰りかな。やはり私はスキンヘッドではありません。これ坊主って言うんですよ。バーズで耳の形にまあもうエルフ耳をつけていただくしかないですね。24メートル以上の服ってもうできるな。おーしゃーあら、まだあれ入ってないんだ。あれ体験したはずなんですけどね。ちなみにボス戦中だけなんですけどね、あれはね。よいしょ。メモとかストームがかぶってる帽子はね、あれ動いてるから実装できないんですよね。アニメーション装備になっちゃうからちょっと違うんだよね。黒騎士装備はね所持種があってできないんですよね。前も言ったんですけど、黒騎士に変身するスキルツリー欲しいなって話をしてたと思うんですよ。変身ガシャッつって黒騎士になるみたいな。あくそ。次のレイジサイト追加ね、大変だよ。考えるのが大変だよ。でもね、そろそろレベル4とか5のレジサレットがメインになるのかなっていうのもあるし、なんか物理槍とか刀剣をもうちょっと強化する系を入れたいんだよねとは思っちゃいますけどね。フィルミの遠距離スキル無属性ジャベリンかな。いやもうどんどんこれは遠距離のフィルミスキル、一応武器の射程距離で届くフィルミスキルがあるんですけど、でもこれあれか、武器制限が杖だから無理か。そうね、サイクロン確かフィルミだっけ。でもこれもね弓限定なんすよね。お手頃に使える遠距離フィルミはちょっとないかもな。この話で使えるの欲しいよ。スマッシュがあるやろ。スライディングスマッシュとかどうですかあ、ブリンクね。ブリンクぶん投げますね。最近スキルが多すぎてパッと忘れちゃうよな。ブリンクソードレベル1でひるみを 10% 付与し、レベル10で 50% の確率でひるみを付与する射程 14m のスキルなのじゃ。なお盾を装備すると 100% になるぞ。スパイクだいけ。遠距離じゃないそうね、拳系で使える長距離のひるみはないっすね。ブリンクね、一応片手剣とだから
だからケンコブシだったら一応投げれるよ。ただひるみ確率は 50% なんで、まあ、50% のひるみは微妙じゃない？僕が学生じゃないと当てないか使えない。そうですね。拳はね、その代わりほら遠距離の転倒がありますからね。多分ブリークにひるみが入ってるのは片手剣用の遠距離手段なだけだと思うけどな。クラッシャーレベル5ね、いい案があれば作るけど、でも今あれなんだよな、もう次作るもんはもう決まっとるからな。一応年内はミンストレルのリワークと多分ゴーレムが入って年内は終わるかな。で来年がパランクスとマナバレットと、あとマガンか、ダークパワーの追加スキルか。あれダークパワーも割と早めにいけるって話しなかったっけな。あ、そっかそっかそっか。なんか1個だけ変なスキルがあるからこいつが実装きついって言ってたのか。でもマガンスキルそんなに強くないけどね。あ、すごいタイムリーな話してた。12メートルひるみがあるマガンでクワッてやると相手ひるむ若干モーション遅いけど、まあ、このソフトマックスすれば使えんじゃない。あったわ、威圧のマガンっていうスキルあったわ。ひるみを与えますってこれ説明書書いてある射程 12m って書いてある。しかも無機制限なし。最高かお前。でもあれだ、制限があるから万能スキルじゃなかったわ。そりゃそうだな、威圧のマガンが目上の強いやつに当たるわけないな。自分より弱い敵にしか効かないっす。残念。だから高難易度みたいな自分よりレベルが高いボスが出る戦闘だと多分使えないっすね。同レベルだったら 100% なんで、普通のボス戦ならまあ割と使えるんじゃないですか。ちなみにひるみの付与に失敗すると鈍足が付与されるらしいです。やべえ、威力倍率 10% しかねダメージ低っ。威圧するだけだなこれ。ケミストもね、そうね、なんか戦闘系スキル欲しいよねってのは分からなくはないですけどね。クラッシャーレベル5が来ないならゴッドハンド消してほしいです。消すか。じゃあゴッドハンドめっちゃ強いんだけどな。まあでも次のレベル5はまあクラッシャーだろうなとは思うけどね。そうだ、クラッシャーもそうだけどシールドとナイフもスキル足すって話してたわ。シールドやばい。シールド作んなきゃ。このクソよくわからん計算式を完成させたから早くプログラマーに依頼しなきゃ。怒りの力を貯めてビームを放つシールドスキルがねあるんですよ。もっとわしにヘイトを寄せろっつって、なんならパーティーメンバーのヘイトすら奪い取りますから。やば、めちゃくちゃいいじゃないですか。ヘイト高いと威力が高くなるんで、タンクのカウンタースキルだね。ナイフなんだったっけな、なんか見た目面白いスキルだな。ナイフファンネルと側転切りだな。側転切りカウンター系だからナイフカウンターできんの強そうだな。あとあれか、ガードスキルもそうそうレベル4入れたいねって話してたね。意外にあるな案が。はよクラッシャーの案かけ俺。まあでもスプライト終わったから、まあネクロも終わったからね、まあ次のステップに入らないとね。ミンストレルの刷新がマジで時間かかりすぎたな。そのカウンター心臓が悪いのか知らないです。まだ実装されてないものなので分かんないです。なんか条件満たすといっぱい自分の周りにナイフが飛んで「いけーチュパー!」メインスキルのレベル6なんだいぶ先だよ。まあメインが終わったからサブ系を今入れてる段階だから、サブが今度一通り終わると今度またメインに行くんですよ。いやでもミンストレルの刷新版だいぶ良くなると思うんだよな。演奏しながら通常攻撃フレになるんで、ちゃんと通常慣れ貢献ができるというミンストレル。演奏してるとなんか音符が出て敵にダメージ与えるんです。で威力は全然低いんだけど、まあ慣れは出るんでサポートできる。そうできるし、時間はかかるけど全ての歌スキルを同時に発動することもできるんで、すごい時間かかるけどね。まあでも大体通常戦闘だとまあ2曲が限界ですかね。基本的にスキルポイントがきついのは仕方がないんですよ。ダンサーむずいんだよな。なんかダンサーは別になんか貢献スキルとか混ざってても別になんか文句言われなさそう。バフかけながら攻撃する系のなんか剣の前みたいな。そうバトルスキルがちょっと足されてもダンサーはありだなとは思っちゃいるよ。決戦スキルね、決戦むずいっすね。ナックルに忍者魔法を所持する計画はありますか？ありません。拳に魔法を持たせません。パワーで戦え、パワーで。経路上のスキル全部5ずつ取るみたいなのは確かに便利機能としてあってはいいなとは思うね。持続性攻撃のスキルのウィザード予定ありますか？ないんですよ。ただ持続性って実はストーンスキンなんですよね。パワーで戦うのでクラッシャー。拳な、もう割となんかスキル埋まっとるんだよな。テコンドーとか入れる蹴り技。でも正直優雅な舞っていうとんでもねえカウンタースキルがあるからな。ストライトはもともとメインマグだからっていう理由でめちゃくちゃ強い能力を持たしてるので、サブで使えるようになるっていうのは基本的に発生しないです。サブマグは割とマジックブレード側に入れてるんであんまないですね。テンプシーロール、ムエタイ、まあ格闘技いっぱいあるんだよな。だからそうするとなんかクラッシャーじゃなくねみたいな、なんか新しいなんか武術ツリー過去レベル200から
みたいなやつを追加した方がなんかそれっぽい気はしてるんだよな。投げスキルはね昔ね一時期議論したことがあるんですけど、いろいろ問題があるからね実装できなかったんだよな。ロケットパンチ多分実装できるよ。クラッシャーでロケットパンチ入れるか。拳って腕にはめる装備じゃないですか、はい、そしたら理論上飛ばすことができるんですよ。確かにねそうだグローブだもんね。おかしいな。チャリオットっていう遠距離技があるのにもかかわらずロケットパンチというまた新しい遠距離技が増えるってこうどういうことなんか。確かに恐怖が邪魔な敵もいるからな。そういう意味では割とロケットパンチ有用かもしれないな。入れるか。よしやるか。俺がやると言ったらやるぞ決定。実装されて急にどうしたってみんな思うでしょこんな多分片手打ちしてキー入力でもう一発打つかキャンセルするかを選べるようにしましょう。株鉄鋼で使えるようにしません。いやそれやるとねもうクラッシャーの強みなくなるけどね。なるほど。じゃあロンディニハリケーンも実装しますか。敵吸い込みながら遠くに飛ばすから多分タンクとかに嫌がられるけどね。連れてくなーっつって何やってんだ。マヤリはね調整する前に物理槍をちょっと調整して無理そうならマヤリ下げるかなぐらいの空気感ではある。なので一旦物理を強化してからかな。デコイはね残り時間を表示しようとしてた時期が一回あったんですけどちょっと諸事情でできなかったんですよね。フュージョン技もね面白いんですけどねちょっと通信同期の関係でねめんどくさいことになるんでやんないっすね。船攻撃っていうかなんかビーストスキルみたいなのはまあできそうだけど糸とか紐ってね 3D 空間で表示する方法はないんですよねぶっちゃけ。遅すぎて。おプラティナポトル今箱からしかほぼ入手手段がないというプラティナポトル確か去年ぐらいからねそう DL 記念クリスタルも入ってるんですよね。カナに爆弾スキル欲しいんごねエクスプロージョンっていうエクスプロードっていう確か罠があるんですよ爆発するやつが。周年の追加見た目はもう一生手に入んないです。この年にしか手に入んないです。手投げ爆弾それはねゴーレムスキルにね魔法刀グレネードっていうものがね実装されるんだよ。魔導グレネード凍結グレネード先行グレネードがあるよ。やったね。ちなみに爆発に巻き込まれると自分も食らいます。凍結グレネードホイッつって目の前で投げたら自分も凍結するから先行グレネードポイってやった時に自分巻き込まれたらメガーってなるからいやでも先行の付与がねできる武器が増えるんでまあって感じだし凍結も手軽に付与できる武器が増えるんでてかグレネードなんとメインスで使えます。素手で投げるだけですからね。フラッシュバンダーッツパーン味方は食らわないです。自分だけです。味方が食らうのはやばいです。喧嘩になるんです。投げた本人ですね食らう可能性があるのは。だからある一定の距離で投げてください。近接が投げると結構きついんだよな。でもね安心してください。盾を装備して投げた場合はね防御できるんですよ。まあ異常耐性があればですけどでも盾でグレネード使えるんだったら結構いろんなショックで使えるけどねタンクショック系だったら。まあただスキルポイントの関係があるんでタンクにこれも取ってっていうの結構きついけどね。欲しいとは思うけどスキポが多分だいぶきつい。刀を弱体化しないのなぜっていうけど刀何回弱体化したと思ってるんだよ君は。なんだよねボスの属性偏らせんなっつってんだけどね偏っちゃうんだよねみんな。リバイタの更新ないというかまあまだかな。まあでも来年は多分もう一段上がるでしょ。とりあえずストーリーでなんか闇属性ばっかりするのやめろとは言ったんですよね俺。見た目闇っぽいけどなんか近しいものにしなさいっていう指示はしたんですけどねなかなか難しいんだねみんなねって言いながら僕は別に無理やり属性変えますけどね。光属性な早く光のギルドレード作れよっていうね話だと思うんですけどね頑張って作ってますけどちょっと大変なんですよねあいつ。闇の光で光属性はさすがにむずいっすね。だって火の見た目なのに水にするってことと変わんないんでそれはさすがに遠すぎるっすね。闇の見た目でなんかその風とか地にするのは全然いけると思っとる人かね。だからそういうのは全然工夫次第なんとでもいけるし、別に本体属性が違うけど攻撃属性は闇っていうのもできるからね割とそういうやついるけど。なんかねフォーラムで放置狩りができるらしいんですよ。別にやれる分にはいいんですけど一応7日のメンテで対策が一応入ったんですよ。入っとるんで、はい、まあって感じです。そんなできないですよ。まあでも基本的なねゲーム仕様の中身なんで別にバグとかじゃないんでやってもらう分には全然構わないんですけど、はい、一応やりづらくはしてあるんでてか多分ね手動でやった方がはるかに効率いいんでまあねそうですよね好みでどうぞ。あと何かありましたっけコメント。周年超楽しかったって本当ありがとうございます。ちょっと今回ね金ボスがあんまりちょっとね良くなかったなって感じなんで来年はその辺改善していこうかなってことですね。やっぱねその銀のボスはソロでも回れるぐらいだけど時間はかかるよみたいなのが本当はいいんですよ、で金はパーティーだったらご利用せるぜみたいなのが本来コンセプトなんでちょっとそこが今回うまくいってなかったなって。スキリ性はないですよ。基本的に下方修正した時だけですねスキリ性は。要は環境とか弱くなっちゃってごめんねっつってやるもんなんで基本的にリセットは下方修正の時ですね。ある時は多分ね放送でもちゃんと言うと思う。そうですね。まあだし多分やる時一気にまとめて何個かガッ
ってやってお一人様何回リセットですよみたいなのを結構やるようになってますので、基本的に新しいものが追加されるから足すってことはないですね。周年服可愛かったと。いやほんとね、毎回デザイナーがいい仕事してくれますよあれ。いやでも衣装もね増えてきてね、案出しがきついっすみたいな。そう筋トレと一緒っすよ。そうあるしね、なかなか大変ですよ。いやそれでもね、こう新時代の衣装を描いてくれますから皆さん。まあシステム的にはね、まあ今後まだ何やっていくんだってところはね、まだ考え中のとことかはあるんですけど、シナリオとかはもう3年後の17章ぐらいまであるから、まあまだまだトーラムは安泰じゃないですがでも年間スケジュールでもう2年ぐらい埋まっとるからね。ただやっぱコラボがキュッと入ってくるからそうと一気にもうスケジュール全部直さなきゃいけないからって言いながら、この隙間いけるってここでコラボやってほしいんですよねってこう差し込まれるの。はいっつってやらせていただきます。やったら楽しんでね、いいんだけどね、やっぱスケジュールがカツカツなんであー来るかっつって、いやまあ知ってたけどっつって言いながら頑張ってやるんですでね。まあ次のコラボも楽しみにしててください。また新コラボかもしんないし復刻かもしんないし、ちょっとそれはまだちょっと言えないんで、近づいたらまた発表されると思いますんで、お楽しみにということで、倒した。ウーパールーパーが倒れてる